さあ今日は、オーバーの基本をやっていきたいと思います。パチ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 です。で主に4つポイントがあって、きりないんですけどほとんどポイントなんですけど、4つあって、まずは自分の一番力入るとこで取ること、おでこの上で取ってるんや。取ってる。龍はおでこの上。そう、おでこの上やなで取る、で2個目が、まず下半身を使う。上半身だけじゃなくてその下半身これだけじゃやっぱりきついと思うんで、しっかり下半身からこう運ぶイメージと、あとは3つ目は手首を返さずにもう目標値までしっかり伸ばしてあげる、抜けるみたいなイメージで、あとは、しっかり、自分は4つでボールを捉えてるんで、あと小指を支えるだけで4本の指をメインにやって小指を支えるだけ、主に5本しっかり使ってあげることで、よくなります。なるほど。ではじゃあやっていきます。おでこの上で取る練習を、誰かに投げてもらってやります。イレギュラーなボールでも対応する。こんな感じでまずはしっかりここで取って一番力の入る場所、やっぱりここやと力も入らないし、ここすぎるとやっぱり伸びないんで、一番ここで体重が乗る自分の力が出せるところで捉えるといいと思います。OK、 次に、2つ目のポイント、下半身を使う。まず悪い例をしますと、そのこれは本当に上半身だけ、手首だけで上げてるんですけど、次はしっかり下半身も使うとイレギュラーすぎやねってな感じで、やっぱり上半身だけでも飛ぶんですけど、やっぱり下半身と上半身を連動してあげることによってよりボールも遠くに飛ばすことができるし、いいオーバーができると思います。じゃあ次3つ目、手首を返さずにしっかり目標値、今は、マーカーのとこなんですけど、しっかりそこに向かって出してあげることでよりボールが伸びると思うんでお願いします。手首を返さない。そう、手首を返さない。手首返しますよ今。次悪いで。やっぱ手首返すと失速もしちゃうし、届かない。もう一回やる。届いてるか。届いた。ほんまに割れすぎですけどね今のね。やっぱり目標点に今いい。出してあげてください。目標点に出してあげることによってボールが手のひらを見せるみたいな。どんな。手のひらやとでもこう開きすぎるとやっぱり力こう逃げちゃうんで、狭すぎずそのまままっすぐ。そう、ゆうとくんにも肘か、肘開きすぎるとこう上げた時にこう逃げちゃうんですよ、力がボールの。だからある程度こうこんなんじゃなくていいですけど、ちょっと狭めてあげて、でそのままこの力をボールに伝えて、でまっすぐ。そうまっすぐ、ほんまにもうこのセッターいないでしょ。そういうまっすぐも基本やるだけで、ほんまに徐々にそれは練習で毎日やっていくべきです。4つ目のポイントはしっかり、5つで支えてあげる。本当に小指は支えるだけでいいんですけど、主に自分は4つ。でも、人それぞれで3つでメインで上げる人もいれば、その5個で上げる人も5本指で上げる人もいるんで、そこは本当に自己流試してやっていくべきな。自分はこの5つでやった。まずは壁から。今5本5本、4本メインで触ってる。5本はもう支えるだけで左右対称で。そう、全部同じ指均等に触ってんの。触ってるね。
毎回全部触ってるんや。触らんかってもまあいけるけど、質は悪い。質も悪いし、やっぱドリブルする確率高なるんで、まずはしっかり毎回本当に余裕ない時は仕方ないですけど、オーバーする時に毎回4本で触れるように。あ、5本か。5本触れるように。 5本で今も5本触ってんの？それはなんか5本触ってるなっていうのを確認しながらやればいいの？その練習は。そうやな、主にやっぱ4つボールこう積んであげないと、やっぱ、3本じゃちょっと心遅いんですよね、だから4本でこうしっかりキャッチして、5本ほんまに支え、だから何本かは当たってない時あるんですけど、基本こう5本でしっかりキャッチして、左右対称で出してあげると、よりオーバーハンドが良くなると思います。今5つのポイント4つやる4つのポイントを説明したんですけど、それは本当にあくまでも自分の経験上だったり、感覚のもんなんで、そこは本当に全部吸収するわけじゃなくて、ちょっとやってみて自分によってよかったら、やってみるべきやし真似するべきだと思うんで、そこは、自分流を探してやっていってください。これを参考に頑張ってください。なるほど下半身の力を伝えれてるなって確認する方法みたいな。下半身の力、飛んだか飛んでないか。まあ自分はこのやっぱり下半身がこう来てるのに、この先に出てそう先にボール触りに行ったらこうなんかこんなおかしくなるじゃないですか、本当にこれはせーのの口と一緒でこう、まずはほんまに自分でこう投げてせーのパーンっていう伸びるジャンプするまででいいと思うんで、下半身から曲げて上半身でこう伸びるイメージで、まずは地上で自分でこうボール投げてやる練習をしていったらいいかなと思います。ゆうたさん、感触掴んでたね。そう感触です。他質問ないですか？タイミングよく触る必要があると思うんやけど、そのタイミングをつかむのはオーバーでね、さっき触っちゃったらオーバー伸びひに。でもある程度持たないとやっぱ力が連動しないし、先にこのちょんだけやったらやっぱ伝わらないじゃないですか、ほんまにそこはちょうどいいと思う、自分の中で速すぎずに持ちすぎず、だからちょうどやっぱちょっと入れないと、なんかバスケのよく自分例えるんですけど、こうだけでいいですか、チェストパスってあるじゃないですか、こう持ってこう、それと一緒でやっぱここだけでバスケの選手ってパスしないじゃないですか、しっかりこう入れてこうやるじゃないですか、それと一緒でそのちょっと短い版、ちょっと入れてこう出すイメージでやるとタイミングよく、こんなにチェストパスのようにそのここだけで感じでやるといい感じのタイミングで、自分はいいと思う。そのタイミングはまあやってって掴んでいくってこと。その自分のタイミング、全員一緒のセッターはいないと思うんで、自分はもうつく気味どっちですか？入ってるよな、ちゃんと入ってる、ライトトスとか特につく時もあるよね、ほんまにそこは人次第じゃないですか、状況による、本当にそれはセッターは状況によるんで、そこは、自分流を見つけてやるべきかなと思います。次は、ハンドリングが良くなる練習を教えたいと思います。あくまで自分がやってただけなんで、参考程度に。バスケットボールか重たいボールで、めくってもらって、ほんまに自分は寝る前にマジ500回ぐらい毎日中学の頃やってたやん。そう寝転びながらこう1、2、3できるだけ高いところで、なんでできるだけ高いところなの？手のひらの感触みたいな。そう自分はほんまにこれ500回ぐらい毎日やって、でってなってそうなんや。そうこれマジで大事なんで、それやるとどういう感じで上手くなったと思う？タッチ？このやっぱ練習しないと
練習しないとやっぱ感覚が良くならないんで、うんよりボールに触るっていうか、やっぱ回数日頃の練習だけじゃ足りないじゃないですか。それを賄う練習でやっぱ家帰ったらこううん暇な時とかにこうやってたんやそう寝る前に。ハンドリングも良くなるし、こうチェストチェストも伝わるんで、よりこのめっちゃ飛ぶやんみたいななるからほんまにこれはおすすめで、みんなも暇な時にバスケットボールかこうメディシン重たいボールでやるといいと思います。